皆さんこんにちは、菅井玲です。今日は人間関係についてお話したいと思います。皆さん大なり小なり経験があると思いますけど、人に裏切られたり騙されたりですね、逃げられたり離婚ですね、死別含めて、傷つけられたり、心をね傷つけられたりしたことがあると思います。大なり小なりで、その時にね、いつもクエスチョンマークって思うのは、この相手側罰せられるんじゃないか、罰せられないんですかという質問がよく来ます。僕は罰せられるべきだと思います。しかしもう罰せられてるんですよね。その方々の醜さ、性格すべて露見したわけです。そして大きなレッテルを貼られる。それはもう罰せられると同じだと思うんですよ。そして僕が思うには、あなた方ですね、皆さんその時に思うのは、彼らは反省してないんじゃないかね、そこに注意がいくわけですよね。反省してない。彼らは自分たちの好きなことをやったってことです。これはあなた方がね、自分で思った通りのことをしてくれなかった、もしくは不利益を被ったってことですよね。でも彼らは好きなことを自分の意思でやったってことです。これっていうのは言い悪いは別です。道徳的な問題ではなくて、そういう事実だということです。ですから今これからお話しするのはその構造的なことですよね。そしてあなたはその信頼関係、いろんなことで裏切られた人たちに罰を与えたい。でも彼らは自分たちで好きなことをやったということ。問題なのは、あなたとその相手側、彼らにとの間にあった理解ですね。友情、愛情、信頼関係、そういうことが崩れてしまった。あなたは普遍的なものだと思った、絶対的なものだと思っていたという理解、それが誤解だったってことなんですね。ですのでその理解が絶対だ、絶対的な人間関係だっていうのはありえないってことです。絶対ありえません。人間関係というのは日々変わりゆくものです。普遍的ではありません。この前もですね、電話がかかってきました。アメリカの裕福な子供が4人いる奥様ですね。で、もうこんなとこには入れない、私は出るという感じの話でしたね。で、よく聞いてみると、お手伝いさんが来てる。そのお手伝いさんが3日休んだと。そしたらその分いろんな洗濯から掃除から全部しなくちゃいけない。もともと4人いるんで手一杯なんですけど、その上にそういうことがあって、2日目までは良かったけど3日目もパニックったわけですね。もう失望した。それで電話が来ました。このようにですね、環境によって人間関係すぐ変わってしまいます。すごい脆いんです、人間関係っていうのは。ですから我々はいつも細心の注意を払って日々、それに対応しなくちゃいけないってことになりますね。あと人によって全然違うっていうことですよね。もちろん例えばお手玉を例にとると、例えば形の違う重さの違うお手玉を投げてみてくださいそしてお手玉してみてください。これは難しいんですよ。技術もいる。よっぽど注意を払ってないと重さ違うわけですからね。受け取り方、落ちてくる速度も違う全部変わってくるわけですよ。それほど人間関係においても全然違うってことなんですよね、人。で、それほどの注意が必要ですよってことです。特に夫婦関係はそうですよね。それはもう細心の注意を皆さん払っていらっしゃるんじゃないかと思いますが、それでもしですね、あともう一点はよくあることとしてはですね、自分がこれだけやってる、最善を尽くしてるんだと思ってても、相手はそうは思っていない、十分だとは思っていないってことです。これは良心とか道徳じゃないですよ。いい悪いは別としてそう思ってしまっているってことです。相手もそれに気づかないことは山のようにありますね。ですんで人間関係っていうのは絶対的な人間関係の理解が絶対的だ、普遍的だっていうことはないんです。これは人類が過去、今、未来
全てにおいて、今までそうしてきた、そうやって機能してきたことなんです。ですから変えられようがないんですね。そしてあなたがもし絶対的な関係を望むなら、人間じゃなく死んだ人、もう亡くなった人とか神様、仏様ですね。だから皆さん神様に絶対的な関係を求めてるじゃないですか。例えば神様がですよ、1日2日3日4日と忘れてても、次の日とその次の日にお参りすればそこにいます。たとえ1年忘れてても行けばそこにいます。神社仏閣、家の仏壇、何でもいいです、そこにいます。これって絶対的な関係じゃないですか。そうなってしまいますよね。中にはですね、そういう人間関係が嫌だと言って全く人間関係をもう諦めてる人もいる。例えばもう一人ぼっちでもいい、周りどうだって関係ない、私は一人で生きていく、でもね、我々はそうはいかないですよね。家族があって職場があってですんで、そういうことがあった時、人を罰せられたらいいとか思わない方がいいですよ。思って人を罰してもあなたの人生には何の変化もないです。得もないです。あなたの美しい人生に何のいいこともないってことです。むしろ人を罰したら結局は自分が罰せられたと同じくなるんですよ。例えばですよ、もう頭に血が上ってこの人を正してやろう、罰してやろうと思って罰せられました。喧嘩でもしても何でもいいです。その後にですね、満足感ありますよ。変な満足感が 2,3 日続いて、その後にちょっと罪悪感とかやりすぎたかなとかこれ私よかったのかねとか羞恥心みたいのが湧きます。何にもいいことはないですね。だから自分が罰せられた気分になります。逆にそれよりかは、あなたの人生でこれを機会に何が必要なのかなって考えることなんですよ。何が本当の私、何が望んでいるんだろうかなって。僕はよく言う言葉があるんですけど、あなたは半分の人生ですねと、完全な人生ではないですねと。どういうことかっていうと、半分の人生はですわっていうのは、結局はもう半分の人生を、例えば彼とか誰これ家族友達、そういうもので埋めて、それで完全な人生にしようとしてるっていう癖であり、そういう考え方になってしまっている人生において、それが非常に問題だと思います。つまりあなた自体は完全な人生で生まれてきてるんです。送るために創造主というものがあって、そこから完璧な形で完全な人生を歩むように設計されて生まれてきてるってことです。ですからどんな形であれ完全な人生を歩めるんですそれは素晴らしいことなんですよね。でもそれを放棄して半分の人生にして、半分を友情愛情誰か彼かでそれで埋めないといけないようにしてるんですね。ですからそこでそこに不完全が生まれると不安になったり不快になったり落ち込んだり、いろんな感情が芽生えてくるわけですよ。そしてですね、例えば人から騙された、逃げられた、離婚、死に別れ、全てあなたはその後にそれらを否定しますね。もう私の人生にはいないものとして考えるでもそれはあなたが否定されたってことなんです。つまりあなたの人生の半分にぽっかり穴がどんどん開いていくわけですよ。そうするとその影響って計り知れないってことです。ですから普通の騙されたりそういう嫌な思いをした苦痛っていうのが、そういう構造のためにもうすごい衝撃になってくるわけですね。ですんであなた自体は完全な人生にしなくちゃいけないってことです。そこで変わらなければ今気づかなければ人間関係は変わらないと思いますね。もし気づいて人間関
係が劇的に変わってくることに気づくと思います。今まではこの人にこうしてくれるだろう、ああしてくれるだろう、友達ってこういうもんだ、恋人ってこういうもんだ、家族ってこういうもんだね、そういう考えからどう変わるかというと、共有ですね。相手との共有っていうふうに変わってきます。それはすっごい素晴らしいことなんですね。そうすると人間関係が素晴らしくなってきます。ですのでこういうふうにね、相手からされたその相手にね、感謝しなくちゃいけないかもしれないですよ。結局気づかせてくれたんだから、あなたの幻想をね、打ち砕いてくれた。不変だね、友情愛情人間関係は不変だっていう幻想をですね、砕いてくれた。もちろん失望しますね、あなたは。でも失望っていいことなんですよ。幻想から解き放ってくれた。嘘の人生、嘘の人間関係の人生から解放してくれたね。そして次の次元、精神的にね、次の次元への扉を開いてくれた。これ素晴らしい話ですね。そういうきっかけを作ってくれた人に感謝すべきだと思いますよ。ですから今気がついて完全な人生にしてください。今気づかなければ、もし一生気がつかなければですよ、死ぬ時に自分がもう死ぬなって分かった時にね、大事な人に対してですね、あなたはなんで一緒に行かないのって言い出すことになってしまいますよ。それってすごい悲しいことですよね。そして惨めなことですよね。あなたの人生何だったんですか。死ぬ間際にもなってもね、誰かが欲しいんですか。そういう人生になってほしくないので、今基本的なね、そういう考え方を直してもらいたい。もちろんね、人をハスで構えてみろとか疑ってみろとかね、そういうことを言ってるんじゃなくて、どういう付き合い方をする、それをひっくるめてもっと今度深掘りしていきますけど、基本的な人生の本質っていうのはそこにあるんだよってことだけ覚えてもらいたいんですね。これが変わらない限りはどんなね、いいことを聞いてもつながっていかないんです。ですのでいい機会ですから、またこの話題もじっくり掘り下げたいと思いますけど、今日はこんな感じで終わりたいと思います。ありがとうございました。